マリー・アントワネットと同時代の天才作曲家は誰だということです。1780年代です。前回は何かと先駆けるベンジャミン・ウエストが活躍し、音楽界ではボッケリーニが活躍し、そしてアメリカ独立戦争が起きた時代でした。そしてこの1780年代にはついにそれまでのロココ美術に代わって新古典主義が本格的に始動します。新古典主義とは1740年代あたりからイタリアでポンペイなどの古代遺跡が発掘されたことによって人々の古代への関心が高まったことから、古代ギリシャ・ローマの美術こそが普遍的な理想美の完成形であるとして、それらを復活させようとする潮流です。ルネッサンスといい、何はともあれいつでも古代ギリシャ・ローマが理想とされる西洋美術ですが、今回は古代遺跡や歴史や神話など全てが考古学的に正確で厳密な研究調査に基づいているというところが、それまでのルネッサンスや古典主義と異なっています。そして描かれる絵の内容は道徳的でかつ合理的で簡潔な構成でデッサン重視というロココを完全に否定する形式のものです。こういった道徳的で合理的な理想を掲げる新古典主義は、この時代に勃発する啓蒙思想の影響を強く受けたフランス革命と呼応していたと言えます。そして新古典主義といえばこの人、ダビッドです。一気に男臭くなりましたね。もうブランコなんか乗ってる場合じゃねえって感じです。革命間近でそんなことしていたらギロチンの剣に処されるかもしれないってことで、一気にマッチョになった感じです。しかも題材も古めかしく厳格な雰囲気が漂っています。このダビッドによるホラティウス兄弟の誓いは、新古典主義といえばこの絵とされるくらい新古典主義を代表する作品です。それまでは1760年代に紹介したビアンのような単なる古代の模倣といった新古典主義を、このダビッドは秩序ある自立した表現にまで高めたとされています。ちなみにダビッドはビアンの弟子でした。さらにロココ美術を否定する新古典主義ですが、新古典主義の代表的画家であるこのダビッドはロココの代表的画家ブーシェのいとこの息子にあたります。ちょっと皮肉な関係ですね。そしてこの絵の内容は紀元前7世紀頃のローマの話で、敵対する2つの都市のそれぞれから3兄弟が代表として対決して、勝った方の都市自体も勝利となるという決闘を行いますが、これはその決闘に赴く前のホラティウス3兄弟が父親が差し出す剣に忠誠の誓いを立てている場面です。そして右側にいる女性たちはこれから始まる決闘を嘆いていますが、そのうちの一人は敵対する都市の3兄弟の妹で、このホラティウス3兄弟の一人に嫁いできた人物で、また別の一人の女性は敵対する都市の3兄弟の一人と婚約中です。そして最終的にはホラティウス3兄弟の一人が生き残り勝利するという話です。このように書かれている内容もかなり汗だくでマッチョな感じです。実際この5年後にフランス革命が起こりますが、このダビッドはフランス革命を支持し、政治にも関わり議員にまでなり、さらには多くの人々をギロチン送りにまでしています。ダビッドはかなり非情な人間だったようで、フランス革命中は美術界の独裁者となり多くの敵を作りました。このように自身もかなりマッチョなダビッドです。もう一枚ダビッドによる作品です。ソクラテスは、私は知らないのでその通り知らないと思っているという無知の知で有名なギリシャの哲学者です。ちなみにプラトンはソクラテスの弟子です。ソクラテスは当時賢人と呼ばれていた人たちと対話して、相手の無知ぶりを相手自身に自覚させていました。しかしソクラテスはそれによって人々の恨みを買ったらしく、最終的に国家の神々を認めない者として死刑を宣告されてしまいます。これに対してソクラテスは無罪を勝ち取ることや牢獄から逃げることなどもできたのですが、あえて自分の信じる信念に従って死を選びます。そしてこの絵ではソクラテス自ら毒人参の入った杯を飲んで死ぬ直前の場面が書かれています。このようにとにかくダビッドは理想に燃えて命を捧げるという題材が好きですね。ちなみにダビッドは若い頃にローマに留学できるというローマ賞に3年連続で落選したことに対して、2日半にも及ぶ謎のハンガーストライキを決行しています。ちょっとハンガーストライキの意味を履き違えているようにも思いますが、彼はそれくらいローマ賞に命を捧げる気でいたんだと思います。熱い男ダビッドです。そしてこの1780年代の音楽は1750年代のお話しした優美で軽快なギャラント様式の音楽が主流でしたが、意外にも一方で
宗教音楽の合唱がアマチュアの間で流行します。それはイギリスで1784年にサンドウィッチ伯爵が中心となって開催したヘンデル記念祭がきっかけとなりました。さすが死後も名声が衰えなかった初めての作曲家ヘンデルです。こういった軽い大衆的な音楽と重々しい宗教音楽が両方存在し、好まれる傾向は次の19世紀にも続きます。ちなみにこのサンドウィッチ伯爵は賭博中に手軽に食べられるサンドウィッチを考案したとか、それまですでにあったサンドウィッチ的な食べ物を好んだので、以後それがサンドウィッチと呼ばれるようになったとか言われている人で、前回1770年代に登場したキャプテンクックの航海を支援した人でもあります。そしてクックはそのお礼にハワイ諸島にサンドウィッチの名前を付けたと言われています。さてこの1780年代に作られた音楽がこちらです。このカール・ミオベンは声楽曲で有名な曲です。現在では作曲者はこのトンマーゾ・ジョルダーニとされているようですが、一方でジュゼッペ・ジョルダーニが作曲者とされていたりと、未だに誰が作曲したかはっきりしていないようです。こんな有名な曲なのに一体どうなってんでしょうかね。ちなみにトンマーゾ・ジョルダーニとジュゼッペ・ジョルダーニに血縁関係はないようです。ややこしいですね。そしてこのトンマーゾ・ジョルダーニは生涯のほとんどイギリスで過ごした作曲家です。次の曲はこちらです。この曲もどこかで聞いたことがあるかもしれませんね。このようにこの時代あたりからどこかで聞いたことのある曲が多くなっていきます。ゴセックは今となってはこの曲以外忘れ去られたような存在で、現在では顔も名前もピンとこない人ですが、生前はかなりの作曲者としてフランス国内では評価されていました。そして彼はこんな可愛らしい曲を作った割に、この時代に起こるフランス革命では革命側につき、革命の式典のために作曲をしまくりました。例えば、暴動を放棄して死んでいった革命側の犠牲者を追悼する作品とか、革命を祝う作品とか、果てはルイ16世の処刑を祝う式典のためにも作曲しています。かなりの筋金入りの革命支持者ですね。さて、この1780年代は、ロココがほぼ終焉する時代ですが、かのマリー・アントワネットはロココ最後の女王として人生を謳歌していました。そしてタイトルにあるように、そのロココの女王、マリー・アントワネットと同時代に活躍した天才作曲家というのがかのモーツァルトです。ようやく登場ですね。今頃モーツァルト登場するのっていうくらい遅すぎな感じですよね。この時代以降の作曲家たちは前古典派の次の時代様式であるウィーン古典派と呼ばれていて、このモーツァルトもウィーン古典派の一人とされていますが、あまりどうでもいい名称かなと思います。ちなみにモーツァルトはマリー・アントワネットの1歳年下です。さらにこの2人はお互い子供時代に出会ったことがあり、モーツァルトがマリー・アントワネットの前で転んでこけたのをマリー・アントワネットが助け起こしてあげたことに対して、モーツァルトは将来僕のお嫁さんにしてあげると言ったという本当かどうかわからない逸話があります。そして次の時代にマリー・アントワネットは37歳の若さでギロチンにかけられ亡くなりますが、このモーツァルトはそれより2年前に35歳の若さで病気で亡くなってしまいます。一説によるとモーツァルトの才能に嫉妬した作曲家によって毒殺されたという話もあります。
実際モーツァルト自身も死の直前に毒殺されかけていると考えていたようです。さて、幼い時から神童と知られ天才と大評判だったモーツァルトですが、意外にも彼は人生の多くを宮廷音楽家などの職に就くための旅に費やしました。しかしモーツァルトはどこの宮廷でも職に就くことができず、最終的には学長ではなく副学長という微妙な地位で終わりました。これはかなり意外な話ですね。しかも生前モーツァルトは一般的な人気はあまりなかったらしく、彼の曲自体も風変わりだとか野蛮だとか言われ評価は良くなかったようです。現代からすると信じられないような話ですね。しかもこのモーツァルト、職を得ることに失敗し続けていたにもかかわらず浪費癖があり、至る所に借金をしながら暮らしていたため、当時から神童や天才と言われながらも悠々自適の生活ではなかったようです。実際モーツァルトは1630年代に登場した門外不出のグレゴリ・アレグリのミゼレーレを聞いただけで記憶して譜面に書き起こすなど驚異的な記憶力の持ち主であり、他にも頭の中で交響曲が完成し、あとはそれを譜面に書き起こすだけとか、目隠ししながら弾いたり、ちょっとした音の高さの違いを聞き分けるなど多くの天才的な能力を持っていましたが、モーツァルト自身作曲だけはそういった持って生まれた才能とは別で、自分は誰よりも過去の巨匠たちを研究し努力していると自負していました。簡単に何でもこなして楽に作曲してしまうといった天才の象徴モーツァルトといったイメージとは違い、実は努力して結果生まれた名曲の数々であったというのも意外ですね。そしてこの時代でもやはり音楽家はまだ職人という扱いで、作曲家は自分の好きな曲を作るのではなく注文主に気に入ってもらえる曲を作る時代であり、音楽はまだ宮廷の王侯貴族にとっての BGM 的な扱いでした。それは天才モーツァルトといえども一緒で、なんとかの天才モーツァルトでさえ使用人と同じ勝手口から出入りさせられていたそうです。時代の価値観たるや恐るべしですね。そして特にこの時代は軽快で華やかな音楽であるギャラント様式が主流だった時代でしたので、そういった曲を作るよう依頼されていたモーツァルトの大半の曲が彼自身を表している曲なのかどうか判断するのはちょっと難しいところだと思います。もし後の時代の作曲家自身の個性を遺憾なく発揮できる時代にモーツァルトが生まれていたとしたら、一体どんな曲を作ったのか気になるところですね。しかしこの時代はちょうど時代の変わり目であったので、モーツァルトはバッハほど職人の中の職人という感じで活動していたわけではなく、自立するための手段として自分で劇場を借りたり、貴族などが催す家庭演奏会に出演したりして自分自身の評判を高めようとしていました。特にこの時代には裕福な市民が個人主催の演奏会を開いたり、ウィーンではオペラが上演されない期間に宮廷劇場を貸し出す予約演奏会と言われるものも行われるようになりましたので、作曲家は自分で演奏会を主催して利益を得ることができるようになりました。しかし大体において劇場の確保から宣伝、チケットの販売、そしてオーケストラの手配などほぼ全てを作曲家自身がやらなければならなかったので、赤字の可能性も十分あったようです。まだまだ大変な時代です。好き好んで音楽家を目指すって感じの時代じゃないですね。そもそも天才が使用人の勝手口を使わされるなんて、現代のそこらのポップ歌詞でも切れるような話ですよね。しかもモーツァルトは死の数年前には聴衆から飽きられてしまい、収入が減ったため演奏会をやめてしまったようです。ちなみに最後の予約演奏会に来た客はなんと一人だけだったらしいです。天才といえども時代的になかなか苦労したようです。しかし時代的にはこのように少しずつ音楽家が独立していける可能性が出てきた時代ではありました。ちなみにモーツァルトが手紙でバッハと書けば、それは父親のバッハではなく息子の JC バッハのことを指しているほど、モーツァルトは JS バッハの息子である JC バッハから多大な影響を受けました。それと18世紀以前ではオペラはイタリア語で作り、教会音楽はラテン語で作るのが常識でしたが、18世紀に入って以降、徐々にオペラが上流階級の占有物になったことへの反発として、各地の母国語の歌詞で庶民的な内容のオペラが多く作られるようになっていきます。そうした流れの中にいたモーツァルトはイタリア語でもドイツ語でもオペラを書いています。ですので現代のポップミュージックなどに対して、日本人なのになんで英語で歌ってるのか知からんなどとナショナリスティックに自国にこだわる謎の風潮は最近のものと言えるようです。そしてモーツァルトといえば排泄物にまつわる冗談ばかり言っていたことが有名です。そういった内容がびっしり書き込まれている手紙はベーズレ書簡と言われています。当時のドイツではそういった冗談が流行っていたという謎の現象が勃発していたようですが、このフランス革命の最中になかなかのんきですよね。しかしドイツなどにフランス革命の影響が及ぶのは
50年ほど先になるので、まだこの時代のドイツやオーストリアではフランスと比べて50年ほど時代が遅れていたという事情があったようです。さてこの1780年代には、前回1770年代に起きたアメリカ独立戦争の講和条約であるパリ条約が結ばれ、アメリカの完全な独立が承認されます。そして1789年にワシントンがアメリカの初代大統領となります。このアメリカの独立は各地の圧政に苦しむ人々に大きな影響を与え、ここから各地で革命や独立運動が起きることになります。そしてアメリカ独立戦争の影響を受け、ワシントンが初代大統領となった同じ年についにフランス革命が起きます。フランス革命とは、国王や貴族などの特権的身分に権利が集中する社会を民衆が打ち倒し、市民による自由で平等な社会を実現しようとする市民革命です。これにはそれまでに人権や自由といった内容の啓蒙思想の影響がフランス市民にまで広がっていたことと、アメリカの独立達成が引き金となりました。そしてこのフランス革命が今後全ヨーロッパに影響を及ぼし、後の時代にヨーロッパ各地で革命運動が起きることになるといったように、後の近代社会成立へのきっかけとなります。ここでもフランスはイギリスから取り入れた啓蒙思想と、先に独立を果たしたアメリカの影響を受けた上でフランス革命を起こして全ヨーロッパに影響を与え、後に革命といえばフランス革命と言われるくらいの存在になります。例によって遅れてやってきては美味しいとこ取りして世界のリーダー的存在になるフランスといった印象を受けますね。そしてこのフランス革命が起こった原因としては、フランス国家の財政難が挙げられます。まずルイ14世以来の対外戦争や宮廷での浪費などで財政が圧迫されていたところに、1700年代以降からのイギリスとの植民地領土争いに負け続け、さらに例の1720年代に起きたミシシッピバブルなどで国家財政が破綻しかけていたところに、露国の象徴ポンパドゥール夫人の浪費などでかなり財政難に陥っていた中、やらなくてもいいアメリカ独立戦争への参加での戦争の出費がかさみ、極めつけは露国の女王マリー・アントワネットの浪費などでフランスは完全なる財政難に陥りました。それによってフランス王ルイ16世は特権身分である聖職者や貴族にも課税をしようとしますが、これに特権身分が抵抗します。そしてこの機に乗じて、それまで政治的権利を与えられていなかった第三身分である市民も強固に権利を主張し始めます。そしてルイ16世が庶民から人気のあった財務長官ネッケルを1789年にクビにしたことによって、扇動されたパリの民衆が放棄し、政治犯が収容されている圧政の象徴であり多くの武器があると考えられていたバスティーユ牢獄を襲撃し、革命が開始されます。そしてその1ヶ月後に早くも人権宣言が発布されます。前もって準備していたかのような手際の良さですね。この人権宣言の内容は、人間の自由平等圧政への抵抗権、国民主権、権力分立など、これまでの思想家が主張してきた内容が全部盛り込まれています。特にアメリカ独立宣言とルソーの啓蒙思想の影響が強いものとされています。ルソーの影響力たりは凄まじいですね。しかし自由平等博愛を掲げたフランス革命ですが、次の時代には監視委員会を設置し、人々の自由を限りなく制限し、特権階級の地位を引きずり下ろし、反対する者はじゃんじゃんギロチンで処刑していきます。言葉の響きだけは良いですが、やってることは真逆ですね。実際平等な社会を実現しようとしたら、個人の自由は制限されるし、個人の自由を保障しようとしたら、平等な社会は実現できそうにもないといったように、自由と平等はお互い矛盾する関連であると言えそうです。そして1776年のアメリカ独立宣言では、人民の権利を宣言したものでしたが、このフランス人権宣言において初めて国民という言葉が誕生します。これまで国民国家や国民という概念は存在していませんでしたが、このフランス革命をきっかけに国民国家や国民、果ては愛国主義といったナショナリズムの概念が誕生し、それが今後ヨーロッパを中心に世界中に広まることになっていきます。例えばこのフランス革命の最中で言えば、ルイ16世やマリー・アントワネットなどはフランス軍が外国の軍隊に負けてくれることを祈ったり、ドイツなど他の地域でのフランス革命の理念に共感する人々は、ドイツ軍がフランス革命に介入することをよく思わず、むしろドイツ軍の敗北を願ったりしていたといったように、現在のように盲目的に国家や国民といった概念に追奨するのではなく、どういった社会体制を望むのかといった戦いであったと言えると思います。
それはかつてのプロテスタント対カトリックによる宗教戦争においても同様で、そこには民族とか国家といった想像上の漠然とした枠組みではなく、個人個人の信仰による戦いという形をとっていました。それが今後はナショナリズムという想像上の共同体のために集団で身を捧げる人々が多く出てくることになります。そしてこのフランス革命に至った経緯を今までの時代の流れから捉えてみますと、まずルネッサンスによってそれまでのキリスト教的考えに縛られていた中性的なものの見方から、人間の理性に根ざして現実を見るという宗教の世界から人間中心の世界と大きな変化が生まれました。さらにコロンブス以降の大航海時代において、地球が丸いことや今まで存在知らなかった大陸など、人々は多くの知らないことに直面したため、聖書や古い言い伝えなどを捨て、自分たちが無知であるということを自覚した上で、観察と実験に重きを置く合理的な科学的思考を発達させていきます。さらに同時にルターによる宗教改革によってカトリック教会の権威は失墜していく一方、プロテスタントの労働勝利の教えを基盤に商人階級が台頭し始めたことによって、王権や教会の権威も危うくなっていきます。そうした16世紀に起こった宗教ではなく人間の理性に根ざしたものの見方、無知の自覚から出発する合理的な科学的思考、そして商人の台頭といった時代の中、次の17世紀半ばに宗教戦争が終わると、次にイギリスで絶対王政が倒され、王権真珠説が否定され、同時にニュートンによる科学の発展、ロックによる人民主権の思想によって完全に宗教を脱却し、理性絶対の立場から権威や制度を批判する思想が生まれます。そして次の18世紀にそういった思想がフランスで啓蒙思想として広がり、個人主義、合理主義、自由主義といった考え、そしてルソーによる人間の平等を説く思想が広がり、王政と封建的社会を廃止し、自由で平等な個人の社会を作ることを目的とするフランス革命に至るというように、このフランス革命によってそれまでの流れが結実するといった感じで捉えることが可能かと思います。そしてこのフランス革命を機に特権的身分や王政が廃止され、憲法が制定されるなど、今後徐々にヨーロッパ全体が市民社会へと移行していきます。このようにフランス革命は現代社会の基礎を作った近代の始まりと捉えることができます。ですのでこの1789年のフランス革命というのはものすごく重要な大事件であるので、この年号は覚えておくと時代をイメージする上で役立つと思います。さらにこの1780年代以降は1760年代にお話しした産業革命が飛躍的に前進する時代でもあります。ですのでこの1780年代は今後起きる怒涛の19世紀の幕開けといった感じです。ちなみにマリー・アントワネットもルイ16世も決して独裁政治を開いたとか、歴代の君主たちに比べて民衆に対して横暴な圧政を敷いたとかいうわけではありませんでした。特にマリー・アントワネットは分かりやすい民衆の敵として仕立て上げられ、あることないことをでっち上げられ、煽られた民衆によって目の敵にされ、生贄的な感じで処刑されたという面があります。マリー・アントワネットは1750年代に起きたオーストリアとフランスが手を結ぶという外交革命をさらに強化するために、オーストリアから政略結婚として1770年にフランスのルイ16世のもとに嫁がされました。この時はマリー・アントワネットは民衆から大人気で歓迎されていました。しかしルイ16世が1774年にフランスの王に即位した時には、すでにフランスは財政難に陥っており、この1780年代にはロココ時代を終焉に差し掛かっているといった状況でしたが、マリー・アントワネットはそんなことはお構いなしに夜から朝までかけて仮面舞踏会で踊り明かし、国費を使って賭博をするなど、ロココ最後の女王として宮廷生活を限りなく謳歌し、高価な宝石などを借金してでも購入して派手なファッションを楽しむなど相当に散財していました。ちなみに彼女はこの時代の女性たちの憧れの的であり、流行のリーダー的存在でしたが、そういった軽薄な行動に対して母親のマリア・テレジアから何度も警告を受けたにもかかわらず、彼女はそれらを全部聞き流し、市民や政治などに関心は一切持たず遊びほうけていました。完全にポンパドゥール夫人女にロココの極みです。もしこの時彼女がマリア・テレジアの忠告を受け入れ、真剣に政治に関与したりつつましく生きていれば、ギロチンで処刑されることもなかったかもしれませんね。しかも温厚で気の弱いルイ16世はそんなマリー・アントワネットを止めることはできず、彼女を好き放題にさせ、さらに自身も国の政策などをせずに狩りをしたり趣味の錠前作りに没頭していました。このようにフランス革命が成功したのもルイ16世があまりにも統治者として無能すぎたからという面もあるようです。もしルイ16世がその都度王様らしい決断を下していたら、フランス革命は起きなかったとか、起きても違ったものになっていた可能性も考えられます。
そして1785年にマリー・アントワネットの名を語って高価なダイヤを注文した希代の詐欺事件、首飾り事件が起きます。そしてこの事件の被害者であるはずのマリー・アントワネットは、それまでの市民を一切顧みない放蕩三昧の生活がたたって、突如民衆に嫌われるようになってしまいます。貧しい生活が強いられる庶民がいる一方で、王侯貴族が贅沢三昧で国の財政がとんでもないことになっているではないかといった感じで、マリー・アントワネットはその責任を負わされる形になり、あることないことの誹謗中傷を受け、最終的には次の時代でギロチンで処刑されることになります。このようにマリー・アントワネットは分かりやすい生贄とされた面もあるし、実際市民のことは一切顧みず、周囲の忠告も受けず、国費を浪費しまくっていたのがあだとなったようです。そしてこのマリー・アントワネットの死とともに、露国は完全に終わりを告げます。ちなみに民衆が食べるものがなく苦しんでいることに対して、マリー・アントワネットはパンがなければお菓子を食べればいいじゃないと言ったという話が有名ですが、実はマリー・アントワネットはそんなことは言っておらず、これはでっち上げです。しかもその言葉、ルソーの本の中の一節とのことです。どこまでも歴史に顔を出さずには気が済まないルソーですね。そしてこの時代には哲学者カントによる純粋理性批判が出版されました。純粋理性批判はカントが57歳の時に出版されたもので、カントはかなり遅咲きの大物です。そういった意味においてカントは世の中のなかなか成功できない哲学者たちなどに勇気を与え続けているようです。そしてこの純粋理性批判はその後の哲学に多大な影響を及ぼす重要な著作ですが、意外にも出版当時の評判は芳しくなかったようです。カントは私たちは対象のありのままの姿であるもの自体を知ることができないとしました。これは現代の観点からいくと、人間に見える色の数はかなり限られているし、聞こえる音の周波数もかなり限られているなどということも含めて、他の生物が人間と同じ目の前にある何かの物体を見たり聞いたりしていても、それぞれ人間とはかなり違ったように知覚していますので、そのもの自体は人間を含めどの生物も知覚できず、それぞれが脳の中で作り出されたイメージを認識しているに過ぎないといった意味合いです。そしてカントは自分の幸福のみを追求して、自分以外の人間を手段として扱わないようにしなければいけないということを言うのですが、このフランス革命の自由平等博愛の観念も含めて、今後時代は良くなるのかと思いきや、皮肉なことにこの時代以降、資本家による労働者を人として扱わない搾取がどんどんひどくなっていきます。ちなみにカントといえば規則正しすぎるくらいの生活を送ったことが有名で、いつも同じ時刻に同じ散歩コースをたどるので、周囲の人々はその散歩するカントの姿を見て時計の狂いを直したという逸話まであります。そしてある日カントが散歩に現れないので、周囲の人々は一体どうしたことかと大騒ぎになりましたが、カントはその日1750年代に登場したルーソーの本を夢中になって読んでいて、散歩をし忘れていたらしいです。そしてカントはそのルーソーの本を読んで、今まで無知な民衆を軽蔑していた自身の考えを改め、人間を尊敬することを学んだとのことです。相変わらずルソーはいろんなところに影響を及ぼしていますね。音楽以外の影響力が各方面で大きすぎます。そしてこの時代には前回1770年代にお話しした理性よりも感性に重きを置く文芸運動、疾風怒涛のもう一人の代表者シラーによる群島が出版されました。このシラーはゲーテと共にドイツ古典主義文学を確立したとされています。そしてベートーベンの有名な交響曲第9番の歌詞にはシラーの詩が使われています。それでは最後にこの時代に書かれた絵を4枚紹介します。最初にはこちらです。このマスターヘアという絵は髪の毛マスターという意味ではなく、フランシス・ジョージ・ヘアという、しかも男の子の肖像画です。当時ヨーロッパ、後にアメリカもですが、16世紀半ばから20世紀初頭あたりまで7歳くらいまでの男の子に日常的に女の子のドレスを着せ、髪の毛も現在の女の子のように長く伸ばさせるといった習慣があったようです。そして彼らが7歳を過ぎたあたりで晴れてズボンを履かせるという儀式を執り行っていたとされています。いわゆる通過儀礼ですが、現代からすると謎の風習ですね。そしてこのジョシュア・レノルズは1740年代と1770年代に紹介したゲインズバラと同様イギリスを代表する画家です。レノルズはイタリアルネッサンスの巨匠たちの作品を通して歴史画の意義を訴え、イギリス絵画を国際的な水準にまで高めようとしました。さらにイギリスでは長らく画家は卑しい職業とされていましたが、その画家の地位を高めることにも貢献した重要な画家です。そしてこの絵はイギリスの子供の肖像画の典型的な絵となりました。もう一枚レノルズによる作品です。
ここに書かれている女性は当時の女優です。当時イギリスでは肖像画ばかり注文されるので、歴史画の意義を唱えるレノルズは、モデルが神話画に登場するような服を着て古典的なポーズを取るなどの肖像画を描くことによって、肖像画をまるで歴史画のごとく格調高いものに引き上げようとしました。ただ後の時代にこういった保守的な態度が否定されるようにもなってしまいます。次の絵はこちらです。このポリニャック夫人は没落貴族出身でありながらも、マリー・アントワネットにうまいこと気に入られ、一族でお金をむしり取った人物です。しかもポリニャック夫人はフランス革命起きた時もまんまと逃げおせています。そしてこの絵を描いたのは18世紀で最も有名な女性画家と言われるビジェ・ルブランですが、先ほどのマリー・アントワネットの肖像画もこのビジェ・ルブランが描いています。ビジェ・ルブランはもともとマリー・アントワネットの肖像画を描くために宮殿に招かれた画家で、多くのマリー・アントワネットの肖像画やその子供たちの絵を描きました。ちなみにこの肖像画に描かれているように、マリー・アントワネットはこのような派手な服装を好みましたが、これは当時卑しい職業であるとされていた娼婦と同義語の舞台女優が着るような服でした。当然王妃がこんな服を着るなんてことは考えられないことでしたので、こういったマリー・アントワネットの肖像画を見た母親のマリア・テレジアは、これは女優が着るものだと怒ってたしなめたそうです。しかしマリー・アントワネットは楽しければ何でもいいというスタンスなので、そんなのお構いなしに派手な服を着て凄まじい髪型をして人生を謳歌しました。そしてこの時代の多くの貴婦人もマリー・アントワネットを真似て、ますます奇抜な髪型をするようになります。この頃のマリー・アントワネットは無敵です。最後にはこちらです。一挙にすごいことになりましたね。夜この光景を目撃したらむちゃくちゃ怖そうです。ヒュースリーはイギリスで活躍したスイス出身の画家です。突然スイスです。むちゃくちゃ珍しいですね。ヒュースリーは主にシェイクスピアなどの文学作品を題材に、こういったかなり独特で幻想的な絵を描いた画家で、後の時代の特に若手のイギリスの画家たちに大きな影響を与えました。前回のベンジャミン・ウエストといい、扱う題材も古い神話などではなく近い時代のものになってきたというように、徐々に時代の変化が現れてきましたね。ということで1780年代はダビッドによって新古典主義が確立され、マリー・アントワネットと同時代に来た天才モーツァルトがなんとか活躍していました。あとおそらくどこかで聞いたことのある曲、トンマーゾ・ジョルダーニのカール・ミオベンとゴセックのガボットが作曲されました。そしてカントによる純粋理性批判シランの奮闘が出版され、そしてなんといってもパリ条約によってアメリカが独立を果たし、フランス革命が勃発するという激動の時代となりました。次回は1790年代です。フランス革命と同様、時代の終わりかけ寸前であのナポレオンが登場します。それでは。